こんにちは、としです。今回はね、タイヤの話をしていきます。ちょっといろいろタイヤをね、比較してみた結果、僕が感じたことっていうかね、意見みたいなのを話したいなと思います。で、あくまでも、僕個人の、感想です。その事実ベースっていうよりは、感想ですよね。本当に。一個人のライダーの感想なので、結構、好みの問題っていうのもね、強く反映されると思うんで、なんとなくの参考でね、聞いてもらえれば嬉しいなと思います。先に言っておくと、僕が今使ってるのは、ヌースのレッドイットライドですね。これですね。去年の11月頃ですね。確か発売されたのが。で、僕は2024年の11月23日から、これを使ってます。これは新品の状態ですね。ヌースレッドイットライドの20インチの、幅 1.9 インチのやつですね。で、その前は気に入って使ってたのは無限ですね。このエクラ無限。これもね、めちゃくちゃ好きなんですよ。で、今はレッドイットライドとこの無限のどっちにしようかなって悩んでるところです。で、それより前だと、RS ですね。RS の、1.90。これは 1.75 か。まあ、このね、王道の RS の 1.90 をね、ずーっと使ってました。で、その前は 1.75 か。っていう感じですね。はい。で、その間にいろいろ試したのもあるので、ちょっと説明していこうかなと思います。で、僕はなんだかんだで多分最初に BMX 始めたのは18年ぐらい前だと思うんですね。まあその間に乗ったり乗らなかったりっていう期間はあったんですけど、その中で一番長く使ってたタイヤはこの RS の 1.75 ですね。細いタイプです。で、1.75 の細さだとこうクイックな乗り味なんですよね。地面に対しての接地面が、ここが少ないんで、こう傾けた時とかにクイックになりやすい。切り返しとかが、こうすぐ切り返しやすいとか、スピンの軌道に入りやすいとか、っていうのが、あるかなと思ってます。メリットは、細いタイヤのメリットはやっぱり、こう転がりが速いですね。減速しないです。まあ、これは BMX に限らずどの自転車でもそうなんですけど、地面とのこの接地面積が大きければ大きいほど、その摩擦の抵抗がね、出るんで、減速するんですけど、まあ、こういう風に細いやつだと、その抵抗が少ないんで、スピードが落ちにくい。で、速い。その代わり、接地面が少ないので、安定しにくいっていう感じになりますね。こう、ブレやすい。まあ、イメージすれば当然ですよね。ここが広い方が安定するに決まってるんで。まあ、そのバランスを見て、どれが好みかっていうとこですよね、結局。で、練習してる技とか、自分のライディングのスタイルによって全然違うと思います。本当に世界トップレベルのライダーでも、1.75 大好きで 1.75 の A クラスずっと使ってるライダーもいますし、1.9 をずっと使ってる、ライダーもいるし、2.1 を、愛用してるライダーもいて、本当に世界トップレベルの人たちの間でもそれだけ意見がね、分かれるんで、だから結局、最終的にはね、好みだと思います。はい。まあでも、なんかそういうのを意識しながらいろいろ選んでみると面白いのかなと思ってます。ちなみに、A クラスはこういう、ね、ケブラータイプもありますよね。まあもうみんなご存知だとは思うんですけど、まあ、この部分ビードって言うんですけど、端の部分。これがワイヤーだと、こんなには曲がらない。で、これがケブラーでできてると折りたためるっていう感じですね。で、ケブラービードだと軽量です。で、その代わりちょっと若干弱いのかな。ここから、避けてバーストして、パンクするなんてこともちょいちょいあるみたいですね。ケブラービードだと。で、あとは価格がちょっと高くなりますね。ワイヤーよりも。
っていう感じなので、軽量化を狙いたい方には、よくこっちのケブラをつけてました。僕はフロントタイヤあんまり使わないので、リアトリックがメインなので、フロントタイヤにはこういう軽いケブラを使うことが多いです。はい、これもね、良かったですね。ちょっとパンクの話はちょいちょい、いろんな人から聞いてました。はい。で、これですね。A クラスの 1.90。これを次に長く使ってました。5年は行ってないかな。3年、4年ぐらいは多分ね、ずっとリピートして 1.90 をね、使ってましたね。その間に他のもね、試してみたりしたんですけど、ずっとこれ、を使ってました。太さがね、1.9 っていうのは結構なんかちょうどいいなと思ったんですよ。それまでずっと 1.75 を使ってたんですけど、めちゃくちゃ上手いライダーの人が 1.90 を使ってるっていうのを聞いて、で、1.90 そんな乗りやすいのかなと思って変えてみたら、なんか慣れたら、こっちの方がなんか安定してていいなと思って、1.90 にしました。で、やっぱり多少、切り返し系、タービンっていうんですかね。タービンとか切り返す動き。あとは、スピントリックですね。最初はちょっとね、若干その感覚が変わったんで、と思ったんですけど、ほんと少し慣れたら、全然乗りやすくなって、1.90 はね、ちょうどいいなと思いました。ただちょっと、A クラスはでも販売されなくなってしまうそうなので、ちょっとこれまでね、A クラスの話ずっとしてたんですけど、ちょっと選択肢からはね、なくなっちゃいそうです。A クラスのね、選択肢がなくなっちゃうというのは本当に残念ですね。結構愛用してる人も多かったんで。で、これ 1.90 なんですけど、その後 2.1 っていうラインナップも出たんですよね。で、2.1 は、僕も試してみたんですけど、前に動画でアップしてるとは思うんですけどね。2.1 は僕にはちょっと合わなかったなという感じでした。まあ、何週間とか何ヶ月って単位で、使ってたわけじゃないので、もしかしたら、単純に慣れてなかったっていうだけかもしれないんですけど、車体を倒したりとかする動きが難しくて、切り返したりとか、タービンをしたり、っていうのがちょっと難しく感じたので、やめちゃいました。ただ、バックヤードとか、そういうグライド系のトリックっていうのはめちゃくちゃ、安定しやすかったので、結構ゆっくり乗る人とか、あんまりガンガン、タービンしたりスピンしたりっていう、トリックをやらない人にとってはめちゃくちゃいいのかもしれないですね。で、実際 2.1 は、かなり上手いライダーの人たちもね、結構愛用して使ってたりするので、乗り方によってはめちゃくちゃいいタイヤなんだと思います。あとは、1.9 で試したやつで言うと、この、サイレンプロってやつですね。IRC のサイレンプロ 1.90 と、ゼファーですね。ヘレシーのゼファー。これちょっと黒いからロゴ見えにくいけど。ゼファー。そうですね。この2つも、良かったですね。ただ、IRC のこのサイレンプロは、フラットランド用じゃないです。そもそも。ストリート用でもないと思うんですけど。レース用ですね、もともとは。で、結構めちゃくちゃ軽い、タイヤだったので、いいなと思ったんです。あとは、まあ、メイドインジャパンなので、ちょっとそれにも惹かれて、使ってました。で、パターンはこんな感じです。まあなんか、レース用って感じです。で、このサイドのパターンがこの辺までしかなくて、この辺がないんですよね。パターンが狭い感じで、横はつるっとしてます。で、これはやっぱりレース用だからだと思うんですけど、やっぱフラットで使うと、ちょっと滑る感じがしました。傾けた時に、タイヤをこう、傾けた時に、スルッと滑っちゃう感じがして、で、それでちょっと使わなくなっちゃいましたね。まあ、それ以外は特に不満もなく、で、めちゃくちゃ軽いんで、これ。RS の 1.90 より軽かったかな。RS1.90 のケブラーが 407g で、こっちの方が軽いですね。IRC サイレンプロ 1.90 が、公式情報で 400g ですね。まあ、数グラムですけど、こっちの方が軽いみたいです。はい。
まあそういうのもあってちょっとこれを使ってました。あとは、ゼファーですね。これもね、ずっと愛用して使ってる人いますよね。パターンがかっこいいですよね、これは。このパターン、他にない、こういうパターン。ちょっとなんか、このパターンだけで使いたくなっちゃうっていうところもありますよね。これ。あ、そうだ、前に、このゼファーの動画をアップしたんですよ。A クラスの 1.90 とゼファーの 1.90、ちょっと比べた動画を確か出してて、若干ね、この高さがね、高かったんですよ。4ミリだったか5ミリだったか忘れちゃいましたけど、数ミリ、高くなります。RS の 1.90 と比べると。で、その高くなった分、ちょっと乗り心地が変わる気がします。あと、気持ち、横幅もなんか太く、感じました。なんか乗り心地はね、RS1.90 と結構違いますね。まあ、それが好きかどうかっていう、だけの問題です。これワイヤータイプの 1.90 の重量が 526g。まあの重さです。RS とかと比べちゃうとちょっと重いですけど、なんかその分作りがしっかりしてる気がしますね。なんかこう、持ってる時にこう、にゃって潰れにくいというか、こうなんかしっかり形が保たれてるんですよね。この状態で。A クラスとかはなんかこう、型崩れっていうかこう、取り付けしてない時は、こうぐにゃんって曲がったりとかするんですけど、なんかこっちのゼファーの方がなんかしっかりしてるイメージはあります。で、このゼファーはラインナップとしては、ワイヤータイプとケブラータイプがあって、どっちも 1.75 と 1.90 がありますね。で、次は、今気に入って、僕が使ってるタイヤ2つですね。エクラの無限と、レッドイットライドですね。ヌースのレッドイットライド。これをね、どっち使うかすごい迷ってますね。どっちもすごいいいんですよ。どっちもメリットがあって、好きです。で、こっちはサイズが 1.90 のみ。今後サイズがね、増えていくと嬉しいんですけど、1.90 ですね。で、無限は、1.95 と 1.75 のラインナップもあります。で、これは 1.95 っていう、ちょっとだけ 1.9 より太いタイプですね。で、先にじゃあこっちから説明します。エクラの無限 1.95。これは、確かに 1.9 のタイヤよりは、本当に体感でもちょっと太いなっていう感じはするんですけど、でもなんか太すぎず、すごいちょうどよかったです。で、このタイヤはね、なんといってもね、滑りにくいと思います。本当に。グリップ力が高い。やっぱソフトコンパウンドとも書いてあったんで、本当にその通りだなと思います。めちゃくちゃね、滑りにくいですね。人によってはなんか、環境によってちょっと、どうしても滑る場合もあるみたいな意見も聞いたんですけど、僕個人の感想としてはすごい滑りにくいです。なのでね、気に入って使ってました。僕は結構滑らかな路面で乗ることが今多いので、アスファルトとかよりは、ベニヤだったりとか、そのコンクリートのつるっとしたところで乗ることが多いので、こっちのね、やっぱグリップ力が高いタイヤっていうのはすごい嬉しいですね。で、その代わり、欠点がいくつかあって、このコンパウンドが柔らかいので、その分、減りが早いんですよね。どうしても。ここはもうトレードオフだと思うんですけど、やっぱ、食いつかせるために、コンパウンドを柔らかくするとどうしてもね、その分、消耗が激しくなっちゃうんで、それはしょうがないですよね。体感的には、RS の A クラスで、例えば2ヶ月ぐらい持つところが、これだと、1ヶ月から1ヶ月半とか、なんかそんなイメージです。完全にイメージでちょっと喋ってますけど。で、結構早いですね。で、アスファルトで乗ったらかなり早いと思います。消耗が。で、あとは、グリップ力が高いので、その分加速させるためにこう、グイッグイってこう、漕いだ時に力がちょっと伝わりにくい気がしますね。他のタイヤ、例えば A クラスで、こう、漕いでる時より、こっちで漕いでる時の方が、なんか余計な力を使うっていうか、ちょっとその、漕いだ力が、こいつにちょっと吸収されちゃうような感覚があって、ち
ちょっと漕ぐの疲れるなって思いました。まあでも、それを考えても、滑りにくさっていうのがすごいね、魅力的だったので、しばらく使ってましたね。で、特に、滑ったらちょっと危ないなっていう、技を練習してた時、そう、新しい技に練習してた時とかは、これはね、すごい良かったです。このタイヤのおかげで滑らずに済んだっていう場面が何回もあって、なんか若干ね、そういう面では怪我もしにくいのかななんて思いました。で、あともう一個、ちょっと惜しい点を言うと、価格が高いですね。1.90 だけなのかなわかんないんですけど、これね、7000円以上しちゃうんですよ。前は5700円ぐらいだったんですけど、今7100円とか7200円ぐらいしちゃいます。このワイヤータイプで。これがね、結構ネックですよね。長い目で見ると結構ね、コストがかかっちゃいますね。無限は以上ですね。続いて、こっちですね。レッド・イット・ライド。これは、さっきもお話しした通り、2024年の11月頃に、発売されて、で、僕は11月23日からずっと使ってます。で、めちゃくちゃ調子いいですね、これ。A クラス 1.90 と多分同じぐらい転がるんですけど、それに加えてグリップ力が高いっていう、なんかいいとこ取りなタイヤな気がします。パターンもかっこいいですし、こんな感じで。うん。見た目もいいし、乗り心地もめちゃくちゃいい。なんか欠点のないタイヤだなと思っちゃいましたね。で、価格も5390円ですね。今、2025年2月時点ですけど、5390円です。価格もすごい良心的な価格で、嬉しいですね。そう、このタイヤのその感想を、すぐにちょっとこの動画としてアップしなかったのは理由があって、どのぐらいで減るのかなっていうのをね、ちょっと見たかったんですよ。で、これ使ったのが11月23日で、2月4日かな ?2 月4日か2月5日時点の写真をちょっと載せときます。こんな感じで、なってます。2ヶ月とか2ヶ月半僕が使って、このぐらいの消耗っていう感じなので、全然なんか消耗がすごい早いとは思わないですね。僕はだいたいそのタイラーっていう施設のベニヤみたいな、ベニヤの上に塗装されてる、その路面で乗ってて、だいたい週5で乗って、1日、そうだな、2時間弱ぐらいっていう感じですね。多分まあ、週9時間とか、そのぐらいだと思うんですけど、でそのペースでずっと乗ってて、2ヶ月ちょい、2ヶ月から2ヶ月半ぐらいで、このぐらいの減りなので、全然、減りが早いとは思わないですね。エクラの無限の時はね、結構、どんぐらいだったっけな ?1 ヶ月半とかで確か減ったと思うんですよ。タイヤの溝がなくなっちゃったと思うんですよ。それと比べると全然、持ってくれてるので、それでこの価格でこの乗りやすさだったらすごいいいなと思ってます。これ、ベタ褒めしてるんですけど、別にPR とかは頼まれてないです。本当にね、いいなと思って、話してます。はい。以上ですね。タイヤの比較でした。まあ、これ以外にもね、いろいろこれまで使ってきました。何があるかなパナレーサーだったりとか、スエロはもうないのかなスエロとか、懐かしいところで言うと88とか、今もうないですけどね。あとはオデッセイのフリークエンシー G か。フリークエンシー G っていうやつがあるんですけど、まだあるのかなそのタイヤも使ったりしましたが、まあ、その辺を経て、一旦 A クラスで落ち着いて、いろいろ試して、まあ、ずっと A クラスを使ってたんですけど、今現在はムーンスのレッド・イット・ライドと、無限ですね。エクラの無限がいいなと思ってます。まあ、最初にも言った通り、これあくまで、僕個人の感想です。そんなね、そのトップレベルに上手い人の意見ではないので、参考程度にしてもらえたらなと思います。本当にトップレベルのライダーの間でも意見が分かれるぐらい、多分タイヤってこう好みでね、変わるものなので、なんかいろいろね、試してみるのが一番いいんじゃないかなと思います。あとなんか空気圧の話も、面白いかもしれないですね。結構人によって空気圧全然違ったりするんで、70、80ぐらいで乗ってる人もいれば、120まで入れるっていう人もいたりとか、結構様々なので、その辺もちょっと簡単に話してみようかななんて思いました。今回のタイヤの話は以上です。ここからは雑談になります。前に、BMX の
メーカーの人に聞いたんですよ。とある方に話を聞いたんですけど、その人が関わってた時は、そのタイヤの型を一型、その金型っていうんですかね。それを作るのに、数百万円かかってたらしいんですよ。いくらって言ってたかな ?200 万とか300万かかるのかな。だからとんでもない金額がかかるらしいです。で、今はどうかわかんないですよ。もうちょっと安くなってるのか、もしくはもっと高くなっちゃってるのかわかんないんですけど、やっぱりこういう新しいタイヤを1個作るのに、それだけの労力がかかってるんだなっていう、それはすごい驚いたんですよね。で、しかも、ロードバイクとかそういう世界と違って、かなりニッチじゃないですか。市場が小さいじゃないですか。BMX フラットランド専用ってなると。それがヒットしなかったら結構な打撃を食らうし、そんな初期投資めちゃくちゃ費用かけて作ったのに回収できなかったらかなり厳しいですし、こういう新しいタイヤが出ると本当に感謝しかないなっていう感じですよね。やっぱ選択肢が増えるって本当にありがたいじゃないですか。最近その RS バイクスのそのタイヤがね、もうなくなっちゃうっていう、話もあって、あれだけ大ヒットしたタイヤでもなくなっちゃうことがあるんだっていう。改めてこういうね、選択肢があるっていうのもありがたいなと思いました。あとはこれも前回紹介したやつですね。TPU チューブ、音チューブですね。TPU のチューブで、今までの TPU チューブよりも厚みを持たせて強度をつけたっていうやつですね。これを今リアに使ってます。この動画もね、前回アップしてるんでよかったら見てみてください。で、前回の動画で言い忘れちゃったんですけど、TPU のチューブは、若干ね、空気が抜けるのが早い気がします。勝手に自然にバルブから抜けてく、抜けが早い気がします。ゴムチューブと比べると。製品がっていう問題じゃなくて、もう TPU のチューブ全般に言えることだと思うんですけど、抜けるのが早いですね。ゴムのチューブだと、体感ですけど、体感で言うと、ゴムのチューブで1週間ぐらい、その気圧が保たれてたのが、TPU のチューブだと、3日間ぐらいで気圧がちょっと下がっちゃう。空気が抜けちゃうみたいな。そんなイメージがあって、4日とか5日とか自転車放置してて、空気圧チェックしたら、あれこんな下がってたみたいな。そんな感じでね、TPU チューブはもしかしたら空気抜けるのが早いかもしれないです。なので、別に軽さそんなに求めてないしなっていう人はね、ゴムのチューブの方がいいかもしれないですね。あと TPU チューブで、乗り心地が若干変わるっていう人も、いるんですよ。これね、僕はあんまりね、感じられなくて、多分鈍感なのかもしれないんですけど、多分タイヤに普通のゴムのチューブが入ってるのと、この TPU が入ってるのだと、硬さが違うらしいんですよ。若干。こっちの方がちょっと硬く感じるらしいです。もしかしたら衝撃とか力が加わった時の感じが、この中にもう一枚、ゴムチューブのちょっと厚い、弾力のあるゴムが1枚入ってるのか、もしくはこの TPU、薄い TPU が、弾力のない TPU がここに入ってるのかで、当たった時とかの力が加わった時の、その衝撃の吸収の仕方が若干違うのかもしれないですね。もしかしたら。どこかの BMX 専門店のサイトには、気圧ちょっと高くした感じに、感じられるって書いてありましたね。0.5 気圧ぐらいちょっと高くしたように感じるって、書いてありました。この TPU チューブの方がね。それも気にしながら乗ってみたら面白いかもしれないですね。で、僕はもうしばらくこれ TPU の方を使っちゃってて、ゴムとの、比較をちゃんとしてないので、わかんないんですけど、もしかしたらそういう違うもあるかもしれません。動画は以上になります。この間インスタグラムで海外の方からメッセージいただいて、いつも参考にしてますと、いろいろ勉強になってますみたいな、ありがとうございますって、言っていただいて、すごい嬉しかったですね。シンプルにそういう言葉をかけてもらえるのは本当嬉しくて、そういうコメントだったりメッセージとかをいただいて初めて、そうか役に立ってるんだって思えるので、そういう言葉をもらうとね、また動画アップしたいなっていう気持ちになりますね。もしこういう動画を見てみたいみたいなリクエストがあったら書いたりとかメッセージ送ってみてください。リクエストに答えられるかどうかはわからないんですよ。僕の中でも知識が少ないものだったり、そもそも技術がないものだったり、例えばできない技とか、
とはメンテナンス方法で全然詳しくない内容とか、そういうのもあったりするので、答えられるかどうかわかんないですけど、とりあえずこれ見たいとかいうのがあれば言ってもらえたら嬉しいです。はい。では最後まで、ご覧いただいてありがとうございました。さよなら。